あ、すいません。事前にリクエストを一応受けてたんですけど、で、2、3個今んとこあって、それを今から回りたいと思います。それで、他のリクエストもなんかあれば、できるだけ、対応できるようにしたいと思いますので、お願いします。影が薄いさん、青雪さん、慎吾さん、ルイチェさん、つくしさん、ポロニウムさん、アダムさん、ドクコさん、のどあめさん、こんばんは。スイッチ版スカを買います。はい、もちろんです。また考察視点でやっていきたいと思ってます。よいしょ。じゃあオルデン地方の違うな、積乱雲の中も見てみたいというリクエストがあったので、それから回っていきます。その後はオルデン地方の大祭殿、イニシエの大祭殿とか、セカンド PV のゴーレムみたいな、アイゴールですね。アイゴールみたいな、彼のマークがどっかにあればみたいな、探してほしいみたいなリクエストがありました。マルフォイさんこんばんは。ディンさんこんばんは。だいぶ揺れちゃってるけど、この中怪しいですね。この曲好きといいですね。古舘エリカさんこんばんは。この中がっていうか、この歌島がですね、僕ちょくちょく前から言ってるんですけど、しつこくトワイライトプリンセスの天空都市じゃないかなと思ってるみたいな妄想をしてますね。あとそうだ、ちょうど積乱雲の中来たのでこれ見せておこうか。ナリシャ様どこだ。ブレワイで、新加藤さんこんばんは、いらっしゃいませ。先ほどの動画見ました。ありがとうございます。ちょっと待って、あれ見当たらないね。ナリシャ様があれかな。いた。ブレワイのかかりこ村の音楽、皆さん頭の中で流せると思いますけど、ブレワイのかかりこ村のすぐ横にナリシャ高地ってありますよね。でそことちょっとこの音楽、かかりこ村の音楽に似てないですかっていうのをちょっと聞かせたかったという。こんなこと言われるんだっていうのをちょっとまず見せたかったのを、ちょっと歌島行こうか。似てますよね、ちょっと。でかがりこ村の横にナリシャ高地ってあるので、やっぱりなんかシーカー族と深い関わりがあるのかなと、ナリシャ様は。そんなことを最近スカオをね回ってて思ったんです。ちょっと次ここ行こうか。でできるだけねセカンド PV に関係あることをね探していこうという旅でございますので、
今んとこないかな。なんか入りましょうかね。ちょっと近い感じありますよね。かかりこ村の一度クリアしたスコアだけどスイッチ版も楽しめると。操作性ですね。やっぱり課題は僕もそうなんですよ。もともとプレイがうまくないので、ちょっとそこら辺はね、操作性でカバーしてほしいなと。で、この周りの装飾とかがだいたい装飾っていうかね、その描かれてるものがほぼ封印の神殿と同じなんだよね。あれ、なんかこれどこだっけ。なんかこのさ、縦長のこの中の模様、不思議な帽子なかったが、あれ、不思議な帽子でラスボスと戦う時にこの模様あった気がする。うわ、気になるな。グフーと戦うところであったような気がするな。気のせいかもしれないけど、グフーと戦ってる時になんか小型のタワーを出しますよね。わかる方はわかるかと思うんですけど、兄さんありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。餃子代にありがとうございます。台湾混ぜそばを最近ちょくちょく食べてるんですけど、それも買わせていただきます。あれ、今なんでできたんだっけ。なんか言ってたっけ俺。そうそう、とりあえずいいんか。次のとこ回りましょうか。積乱雲ちょっと回りながらちょっと喋ります。よいしょ。で、グフーと戦ってる時のそのネット切れて見れんかった。そうなんですかね。初めの数音が全く同じな気がする。ちょっと似てますよね。トゥートゥルーってやつが。多分楽器も同じだと思うんですね。詳しい楽器の名前とかわかんないですけど、なんか和風の笛ですよね。なんか尺八とかああいう音なのかな。でグフーがそのなんかちっちゃいタワーを出して、その中にリンクも不思議な帽子の話ですね、すみません。でその中にリンクもちっちゃくなって入っていくんですけど、戦ってる最中ですね、入っていくんだけど、その中の床の模様にさっきのが似てましたね。気のせいかもしれない。僕のことなんで本当に記憶違いがすごくあるのでわからないですけどね。次じゃあ、いにしえの大祭殿行きます。見に行きましょう。その後違う、こっちじゃない。やばい、このルートはまずい。その後はラネールにアイゴールみたいなやつのマークをね探しに行こうかな。一番ラネールがやっぱり怪しいかな、あのマークは。スカオ販売の10年前、Wii リモコンプラスを買えない人が続出していて、そうなんですか。相当人気だったのかな。でもなんかこのゲームあんまり売れなかったみたいな話でしたよね。そうか、このゲームのことじゃなくて Wii リモコンプラスの話か。まずはオルディン地方行きます。
塔なのでタクトの神の塔や4件プラスの後の風の塔もありましたね。風の塔か。めっちゃ上に登ってくやつですよね。2D で。これかこれか。内部か。これ違うな。山頂、これでいいのかな。ランチタイムさん、こんばんは。台湾混ぜそばを好んで購入しているようでしたので、食材代という名前にしたということですね。ありがとうございます。最近はそっち寄りですね、ちょっと。これって、この橋のこの網やみがハスの花なのかな。真ん中のやつはなんかちょっと竜の鱗とかにも見えなくないですね。でネイルの場合砂上戦の時は渦巻いた穴マークね、あれが多分ネイルの炎を表してると思うんですけど、あれは炎だったので、これも炎という可能性ありますよね。炎を扱ってるところだから扱ってるところ、でこれがカエルっていう結論でしたっけね。だいぶ前の放送で皆さんと一緒に考えて、確かカエルっていう結論が出たような気がする。売り切れてたのか。そうなんですね。フクロウの石像、フクロウか。天空フクロウ関係ないかな。トアプリにも石像ありましたね、フクロウの。両目が宝石っていうところはブレワイのフクロウの石像に夜光石が埋まってるのとちょっと似てるか。でもちょっとこじつけすぎですね。でこれの前のダンジョン、火山地帯のダンジョン、大地の神殿は象の石像がありましたね。よいしょ。なんか見たことあるようなないようなマーク、ちょっとないかな。見たことないな。OKR さん、初見です。お邪魔します。こんばんは、いらっしゃいませ。今日はですね、スカイウォードソードの中を、このクリアデータを使って、あちこち見て回ります。セカンド PV、ブレワイ続編のセカンド PV の要素を探す旅ですね。見つかるかは分かりませんけど、一応探して回ります。天井は変わりなく。10K さん、こんばんは。網網は炎かも。屋根っぽいのと、奥のなんか赤い屋根っぽいやつと似てましたね。確かに炎なのかな。色的にあれ炎でしたもんね。なんかインドとかあっち系の匂いがするね。これ何気にブレワイの祠前のさ、なんだあれ、
弾を収める台座みたいな、ちょっと似てるね。これも多分ちょっとこじつけすぎだと思います。スルーで。なんかしばらく変わらないかな。これ床は太陽ですね。なんかゼルダのゲームやっぱり太陽がよく出てくる。砂漠の地方にもね、よく太陽が出てくるよね。これも太陽なのかもしれないね。周りのやつがプロミネンスっていうのか、あれっぽいな。これも太陽だね。全体的になんかデザインに困ったら太陽入れとけみたいな感じだったのかな。このあと亀が出てきたような覚えがあるな。姫川スカは読み切りのみ寂しい。ヒストリアのやつですかね。あれだけなんですかね。こっちにあるのかな。何かしらあるといいですけど。お、竜かな。これなんか前見たな。竜っぽいかな。ビートルの炎耐性すごいな。あれダメ？なんか違うかな。このままいける。あ、いけた。オッケーオッケー。プレマイの祠ないのか。祠の中の重い樽を置くスイッチに似てます。あー、ちょっとどういうデザインか思い出せませんけど、そんなだった気はする。確かに。ありがとうございます。今んとこちょっと同じ模様とかが出てき始めましたので、さっさと奥行きたいですね。マグマ入ってるのは竜ですかね。竜っぽいですね。ソヤノウさん、こんばんは。あ、ここに出るんだ。いいのかな。フィローネにゾナウ遺跡みたいなのがブレバイで多くあったから、フィローネにもラネールみたいにゾナウ関連の何かが、そんな気もしますね。スカイフォードソードでフィローネになんか大きい木ありましたよね。あれとデクの貴様ってどういう関係なんでしたっけ。そういうの出てきましたっけね。と覚えがないですが、少なくともあの木は喋らなかった覚えがあるけど、ただのダンジョンっていうか道になってましたもんね。水流フィローネに会いに行く時の道みたいな感じでしたね。ここさっきの道か。どうやって奥行くんだろう。こっちかな。おっと違うね。地図だ。
宝棒取ってないやつあるし。どっかから落ちるんだね。ボス部屋はどこだろう。落ちる場所がここなのかな。違うな。この辺りか。この辺りか。ちょっと迷うな。あの宝箱もしかしたら瓶かも。ああ、そうなんですか。瓶か。出ていくんだろう。なんか分かったような分かってないような。こっちだな。こっち行ってここまで行くか。そんな感じだな。この太陽は大地の神殿の入り口の鍵と同じデザイン。ああ、そうでしたっけ。ありがとうございます。ここをまっすぐに行ければ。こっち行けるのかな。何か方法があるはず。なんだろうな。いけないのかな。全く覚えがないけど。この上はどうしようね。いけるかな。これだってさっきのなんだろうね。もともと溶岩があったこの場所、こっちかな。こっちの方かな。地下を行くのかもしれない。こうか。遠回り。そうなんですかね。分からずとちょっと進んでみますけど。懐かしいもんやってますね。はい。ちょっと発売前にね、いろいろ見ておこうっていうのと、あとブレワイ続編のセカンド PV と関係あるものを一緒に探してます。おそらく取ってない宝箱は空き瓶。前回生放送後に取りますって言ってたと思いますすいません。僕結構なんでしょうね、そういう守れない約束をしちゃうんですよね。忘れちゃうんですよね。そうなんだ。ちょっと進んだっぽいね。あ、こっちだ。合ってる。マジか。これか。これじゃない。とりあえずあっち側でいいのかな。これいけるのかな。いけるね。よし。ボス部屋に早いとこ行きたいぞ。お、来たね。なんか来たね。危ない危ない。空に帰るを選びそうだった。本当ですね。大地の神殿の閻魔様みたいなあれの頭みたいな感じですね。ちょっと今やってんだからさ、邪魔しないで。でこれ五角形になってますね。五角形の砦みたいな。五角形っていうと
風拓の魔獣刀が五角形だったな。あれも砦といえば砦。関係ないかな。あ、パルコさんこんばんは。久しぶりの配信なのにいえ、ありがとうございます。最近はずっとサブチャンネルの方で放送してましたね。今日久しぶりにメインチャンネルの方でやってます。やっぱり太陽だ。ここにも太陽があった。これボス部屋ですね。ちなみにボス部屋には考察材料が詰まってるかなといつも思ってるので。あったね。炎のありましたね。炎の渦巻き、炎の形した渦巻きありましたね。このピラミッドみたいな、ここにこれが多分炎を表してるんだよな。あったあった。これね、これが封印の神殿と時の神殿のそれぞれ時の扉を表してますね。で真ん中に女神様がいると。左右にロフトバードなのかな、鳥がいると。で封印の神殿ってやっぱり後の時の神殿ってことでほぼ間違いないんですかね。僕はそう思ってるんですけど、なんか音楽とか似た旋律になってたりしますもんね。時の扉があるし。しおんさんこんばんは。壁の生き物なんだろう。ちょっと見てみましょうか、もうちょい。ここみたいなザ・炎みたいな模様他に見ない気がする。確かに作業船にはありましたけど、そういうやっぱり特別なとこしかないですよね。あ、下にも模様あった。太陽の模様とか。鳥が飛んでますね。下に人々がいて祈りを捧げてるみたいな、そんな感じですね。でこの中心のさ、女神様がいて、この同じ光がここまで来てて、ってことはこの女神様をやっぱり崇めてる感じなんでしょうね。こっちも同じか。それっぽいですね。ロフトバードと人、ピラミッドがあるよね。なんか白い囲いの中に入ってるピラミッドと入ってないピラミッドがあるね。偶然かなこれ。入ってるやつと入ってないやつあるね。考えすぎかな。でロフトバードに囲まれた太陽、これはあれだよね。時の扉を表してるかな、この太陽って。時の扉も太陽みたいなさ、中心から放射状に線が伸びてるっていう模様だったもんね。ブレワイで竜たちが雲の中に消えていくの、続編で天空でも竜がいたら熱いのになって最近思って。ありましたね。いくつか何人かの方がコメントでも言ってましたね。あの3匹雲の中に消えてきますもんね。確かに気になる。
続編で出てきたりするかな。例えば三流がさ、どれぐらい生きてるか知らないけど、続編が過去の話だとして、ちっちゃい若い竜が出てきたりとか、可愛いやつが。ここら辺のさ、この食台とか、泉と同じ食台ですね。力の泉、勇気の泉とか、展望の泉、大地の泉とか一緒ですね。さあ、こんなところかな。ちょっとじゃあラネール行きましょうか。ビートル飛ばす時の音、続編の音に似てるのはなぜでしょうか。ビートル飛ばす時の音、なんだろう。この音なんですかね。このキラキラ鳴ってる音ですかね。なんかちょっとランダムっぽい感じの、似てますね。関係あるのかな。山の中央に炎か魂の模様が。山の中央、さっきのあれですね。ピラミッドの大地の神殿の鍵と同じデザイン。あれも扉の模様のマーク、あちちの実に似てるか。あちちの実、不思議の木の実かな。それで思い出しましたけど、風の宮殿、不思議の帽子の風の宮殿にサッサの耳みたいなありましたね、マーク。今日上げた動画にもちらっと映ってましたけど、トリスケルみたいな模様、トカゲみたいなのだった可愛いですね、三流が。地竜とかいないのかなと。地竜かっこいいですね。壁のいかつい鳥と可愛い鳥は何が違うのか地味に気になりました。ちょっと描かれ方違いましたね。簡略化したものと詳細に描いたものっていう違いでしょうか。飛ばされちゃった。ロフトバードの像が紋章化されているのと本物に似ているのは何が違うんでしょう。今のと同じようなことですね。作られた時代の違いとかでしょうか。なんでしょうね。古代の港、ラネール砂漠か。こっちかな。一か八か違ったらごめんなさい。違った。違う。ここじゃないね。近いかな。ちょっと行き直しましょうか。もう一回行きます。すいません。時間かかりそうだこれは。スイッチオンラインに64追加発表 E3 なかったですね。なかったですね。スイッチオンラインの64とかだったら
やっぱり9月ですかね。1年契約の人が契約切れる時期だから9月かな、やっぱり。やっぱああいうでかい球ってそういうつなぎ止めるように取ってあると思うんですよね。やっぱ時期狙って出してくると思うんですね。あるとしたら9月前とかですかね。一応三流が出る可能性はありますよと。続編 PV のゼルダの子守歌の音が三流と会うときと音と同じ。そうなんですか。さあ来ましたね。ここが一応リクエストにあったマークとちょっと似てますよね。でもだいぶ違うのかな。この黄色に囲まれて真ん中に縦線が入ってるっていうだけですもんね。で気になってるのがやっぱりこの上の迷路みたいな模様。RS シリーズとゾナウがやっぱり関係あるんだろうな。彼ですね。これが RS シリーズで、どなたかからコメントいただいたんですけど、指が4本っていうね、RS シリーズが手の指が4本っていうところで、アイゴールみたいなPV のモンスターみたいな、ちょっと分かんないけど彼がいたじゃないですか。彼も4本指っぽいんですよねっていうコメントいただいて、なるほどと。まあでも指の数だからな、3本か4本か5本のどれかになりますよね。どうなんでしょうね。一応ここに雷の大地の黄色いマークと同じ太陽みたいなやつがねあります。放送でも言ってましたね。でこのマークなんですけど、このラネール連石場っていうダンジョンの中で出てくるビーモスとか、ビーモスかアモスどっちかだったかな、ビーモスかな、ビーモスについてるマークでしたね。このマークが何のマークかは分かんないですけど、来流ラネールと関係あるんじゃないかなというふうには思ってます。でこれ動画でもお話ししましたけど、ブレワイのフィローネ樹海のこけしにちょっと似てますね。ハスの花みたい。確かに。それはかなり近そうですね。それっぽい。ハスの花か。そうですよね。やたらハスの花が出てくるな、このゲーム。登れない。ハスに見えましたと。ハスなのかなあれ。縁に描かれてるうねうね、なんて読むんでしょうねこれ。ごめんなさい、読めないですね。なんとか文に似てますねと。ラグナロクさんこんばんは。自分ザルダゲームはやってるんですけど、歴史とか全く知らなくて、スカイワードソードがマスターソードの始まりってことを初めて知りました。なるほど。
そうですね、今やってるこのチャンネルのこの動画も結構ネタバレが前提になってますけど、そこだけお気をつけくださいね。バンバンネタバレが出てくると思います。7月の発売を楽しみに待っている方だったらちょっともったいないかもしれませんよね。そうだ、この時空石の模様をねしっかり見たことがなくて、これもやっぱりさ、シーカー系のああいうラインに似てますよね。あとセカンド PV にあったリンクに宿った右の手もこういうラインが走ってましたよね。やっぱ土器と関係あるのかな。これ時空石なんですけど関係あるのかな。そうですね、この配信はネタバレ全開です。はい、お気をつけください。はい、これがビームオスです。どうしような、見せれないね。マークが首元ですね、黄色いマークがあるんですけど、それがさっきのマークと一緒です。シーカーっぽい感じありますよね、ライン。三角模様ああ、三角模様ありますね。耳の部分とか、このトロッコも同じですよね。端数確かに多いです。はい、古の大石窟とかも端数がかなりメインでしたよね。でこれたまに僕言うんですけど、この床ですね、床がブレワイの兵士の盾にそっくりなんですよ。これがどういう意味なのか、つながりあるかどうかは全く分かりません。よいしょ。でこの先がボス部屋。これも太陽に見えますね。太陽っぽい。ビートル飛ばせば敵も見やすい。あ、そうですね、ありがとうございます。その手がありましたね。さあここね、天井をね、僕はHD が出たらよく見たいなと思ってるんですけど、多分この壁のねこの模様と一緒のものだと思うんですけど、万が一違う可能性もあるので見たいなと思ってます。これもやっぱり太陽なんだろうね。で上のも日が差してちょうど太陽のマークになるっていう、なんだろうな、そういうものだと思ってますけど。でこれも多分太陽ですね。でこの文字ですね、これが前回の動画でちらっと触れたセカンド PV にあったマークですね。マークじゃないな、文字ですね。これがこういう、これ泉前の扉なんですけど、これにあったと。でそれからするとこれももしかしたら文字なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ラネール原産の兵士の盾アグリッパさんこんばんは。太陽は天道様というし天を指していると。うん、お天道様って言いますね。
ここのあれシリーズなんか横にずらって並んでるじゃないですか。あれがなんかここにあるのはなんか特殊でネクタイしてるように見えるんですよね。他のやつネクタイしてなかったような気がするけど。飛ばせるのかな。飛ばせましたね。一応上の方とか。あ、こんばんは。いらっしゃいませ。あ、ぶつけちゃった。あ、大丈夫なのか。あ、大丈夫っぽいですね。ライブ初見です。こんばんは。いらっしゃいませ。こんばんは。今は、セカンド PV の要素をスカイボードソードから探しています。あ、これも太陽だね。これ4つあるもんね。この4つが合わさると太陽になるね。でここら辺はこれ同じ模様ありました。中にここら辺は女神像の周りとほとんど変わらないと。でブレワイで言うと忘れ去られた神殿と近い同じ衣装がたくさんありますね。頑張ってください。ありがとうございます。ラネールとライネルが似てると。確かに考えたことなかったですね。そう、ここにね大穴があるのもちょっと気になってて、でもねちょっと考えすぎな気もするんですよね。大きい穴が砂漠にあるんです。これでついついブレワイのイーガダンのところの穴と関連付けちゃうっていうね。多分関係ないと思いますけど、じゃあどうしようかな。砂上線の方行こうかな。いや砂上線あんまないか。他には来流ラネールのとこ行こう。ちょっとツイッターのフォロワーさんに教えていただいたちょっとなんかね鎖があるんですよね。あれが何なのかなっていうのがわからないけど、一応皆さんと一緒に。どこだっけあれ、どこだっけな。こっちかな。こっちのような気がする。麦茶さんこんばんは。あれここじゃないかな。ここって一番最初のところか。違うな。ラネールのとこどこだっけ。各時代の配慮文字の関係から時代を考察する動画とか見てみたいですと。そういうのやったことあったような気がしますね。確かでも時代じゃなくてどの時系列かみたいな動画は出した覚えがあります。ブレワイを軸にして言うとスカイウォードソードとか敗北ルートのハイリア文字と似てるっていう、そっくりっていう話をした気がしますね。
こっちじゃないな。違うね。どこだろう。これかな。ここのような気がする。あ、ここっぽい。あ、来ましたね。オッケーオッケー。来た来た。ここになんか鎖があったんですよ、妙な。それをツイッターのフォロワーさんに教えてもらって、どこだっけな。どこだったかな。ライル・ラネルが鎖につながれてたっていうことではないですよね。どこだったかな。知ってる方いますか。どっかになんか鎖があったんですよ。どこだったかなあれ。こっちの方なのかな。コンワンゲームズさん、こんばんは。いらっしゃいませ。こっちかな。違うか。違うか。あれ、過去に戻したらあ、わかりました。そうかそうか。そっちか。いや、そんな落ち方する？うん。しばしお待ちください。いけた。よし。これだね、じゃあ。これをあっちやれば。鎖。あ、鎖どこだっけな。方向転換頑張ってありがとうございます。ん、どっかに鎖があったんですよね。どこだ。どこだろう。もうちょい遠いのかな。ちょっと偵察に行ってもらおう。ここだったかな。なんか下の方だったような覚えがあるんですよね。この辺りだっけ。違う。あ、ないね。違うね。セカンド PV、地味に戦ってるシーンで顔が映ってる。顔が映ってる。リンクの顔ってことですかね。顔が映ってる。なんだろう。縦のドラゴンですかね。戦ってるところ、あれは現代のリンクでしたもんね。雷流を蘇生させたらダメなんじゃないですか。そうだったんですか。そうなんだ。あれ見れないんだ。もうリンクの顔、あれってじゃあちょっとフィローネ行きながら、あれ
はでも現代のリンクだからあれなんじゃないですかね。見えるんじゃないですかね。なんだろうね。巫女服っぽい服着てるリンクじゃないから、リンクの顔が唯一映る。そうかもしれないですね。そうか、来流復活前じゃないと見れないのか。もうちょいと、じゃあ展望の神殿行こっかな。あ、違うね。古の大石窟行きましょうか。ちょっと30秒時間ください。すいません。ごめんなさい。すいません。さあ行きましょうか。なんかこうやって見ると今まで太陽だと思ってたのがハスの花だったのかなみたいに思えてきますね。これはハスの花ですもんね。でこれが多分竜の鱗かな。中行きましょう。でね、ここ最後まで行けなかったような気がする。一度出ちゃうとそんな覚えがありますけど、ここに忘れ去られた神殿のマークが、これですね。この葉っぱみたいな、ちょっと遠くからじゃないと見れない。ここにありますね。この柱のこれですね。これ葉っぱみたいな、葉っぱとうねうねってなってるやつですね。あれ、ちょっとうまく登れない。上向かないとダメなんだな。めちゃめちゃ苦手ですこれ。あ、いけた。ギリギリいけた。よし、行きましょう。ひまわりみたい。確かにちょっとひまわりっぽさはあるか。
上から見たひまわりみたいな。これは魚ですよね。で、さっきから散々ハスハスと言ってたのがこれですね。ここのダンジョンにはハスがよく出てくるんですね。この一番上のもこれも多分ハスなんでしょうね。ちょっとビートル飛ばしてみましょうか。文字みたいな。ダメか。息切れ早いな。じゃあ中行きましょう。花になんか虫が集まってきてるみたいな。蝶々かな。ボス部屋が行けたかな。で、大体この模様でね、終始この神殿は埋まってるんですけど、だからあんまり見て回るところがないんですけど、ボス部屋行けたら行きたいですね。音楽穏やかでいいですいいですね。いにしえの大石窟の地下の牢獄にも手錠や鎖がありましたね。なんか地獄みたいなところでしたよね。こっちじゃないっぽいな。味方が増えると会社が増えて余計こんがらがりそう。これはそうか、鍵刺すだけなのか。上行けたね。行ける。ボスのとこ行けますね。後で地下も行きましょうか。これ渦が2層構造になってます。このなんだろうな、この渦と渦がつながってるみたいな、2つで1つみたいなやつありましたね、どっかに。時の扉かな。時の扉の模様にあったような覚えがあります。さあ、これがボス部屋ですね。大ローマだっけ。あれ、この草のマークここにもあったのか。ちょっと前動画でお話ししたやつとちょっと違うかな。ちょっと違うか。でも似てる。かなりツタのようなくるっとなったやつ、似たやつあったんだな。これイーガダンの上の似てないな。神棚みたいなやつ似てないですね。言いかけてやめましたあとはどうかな。敵も散々前見たんだよな。もう一回見とくか。この冠が気持ち悪いですねなんか笑った顔で気持ち悪い。それ以外はないな。この上はあれか、さっきの魚の模様でしたね。唐草模様。唐草模様っていうのはごめんなさい、どういうものなんですかね。唐草模様っていうのは言葉だけしか聞いたことがなくて、なんかうまい
例えとかありますかね。唐草模様。床の模様が一瞬目に見えました。あ、これですかね。花びらかな。花びらっぽいですかね。一回飛ばしてみましょうか。上から見るとまた見え方が変わると思うんで。上にもなんか模様ある。お、え、知らなかった模様がありましたね。屋根に。シーカーシンボルみたいに上に3つ、目玉の上に3つみたいな、ありますね。こんなんあるんだ。知らなかったな。上から見ると花っぽいですね、やっぱり。花なのかな。ちょっと行きましょうか。ちょっと今のマークはちょっとした収穫でしたね。なんだろうな。泥棒の風呂敷のやつ。あれを唐草模様って言うんですね。ありがとうございます。唐草模様は柴犬が首に巻いてるスカーフの緑のやつですね。皆さんありがとうございます。わかりやすい例えを泥棒のやつね。恵比寿丸のやつでしょ。なるほど。これさっきの名前なんだっけ。火山のところね、あれと同じで、真ん中にここで言うとフロールの模様があって、周りは太陽みたいに時の扉を表してる模様っぽいやつですね、これが。時岡の時代でもやっぱり時の扉は太陽みたいなマークになってましたもんね。時の歌で動くブロックとかも太陽みたいになってました。ぐるぐるがあると。トライフォースで孫悟空の頭のやつみたいなやつ。あとは一緒ですかね。天井も一緒だったのかな。よく見ておけばよかった。つぼみの中みたい。さっきのやつか。なんか詳細には描かれてないですね。ここ HD 版出たらまた見に行きたいですね。はっきりとした模様とかがよく見てみたいです。これはなんだろうな。ハスの花に4つに囲まれたみたいな感じか。よし、じゃあ次はどっか違うところ行きましょう。こういう場所の音楽も片っ端から逆再生したら何かありそう。確かになんか隠してそうですよね。なんかそういうの好きだからな、任天堂さん本当に。よくある泥棒が持ってる風呂敷の模様。床の模様、コログの風船みたい。コログの風船、ちょっともう一回見ます。すいません。コログの風船。二重丸みたいなやつか。これのことですね。ちょっと見えますね。はい。同じやつが、コロットっていう警備モンスターじゃないけど、警備してる敵、ラネール連石上の警備をしてるプロペラ付きの敵がいましたね。関連わからないですけど、あれが元ネタかと思います。花かクジャクの羽に、クジャクの羽見えましたね。僕もちょっと思いました。
目玉みたいになってる羽がね。さて次はちょっと竜のところ行きましょうか。じゃあせっかく来たので、近くまで来たんで。ドアの模様、ガーディアンの目みたい。ドアの模様か。フロルの紋章だったりしますか？それのことですかね。前のスカワの放送でこれこの三流のね尻尾とかよく見たりしたんですけど、特に何もなかったですね。でゾナウは水流進行なので、ここちょっと長めに見ましょうか。何か見つかるかもしれない。お、あ、なんかこれ放送で前言ってたような気がする。この文字なんだろうねっつって。でちょっとゲルド文字っぽいんですよね。でゲルド文字っぽいけど違うものっていうと、ブレワイ続編ファースト PV の渦巻いて登ってってる緑の文字、あれが近いですよね。もうちょっと探してみましょうか、その文字。で今その映像見れないから分かんないけど、もしかしたらね同じ文字が一致する文字があったりするかも。あ、地下行きましょう。あ、すいません、地下忘れてた。行きますね、後から。すいません、言ってくれて助かりました。すぐ忘れちゃうんで本当にごめんなさい。似てるよね。ちょっと竜見てからじゃあ。これはなんだろうな、ちょっと飛ばしてみようか。名前も似てるしコロットは意識して、そうですよね。あ、ちょっとなんか入り方間違えたな。上から見たいっていうか、なんでもないか。ただ渦を巻いてる柱ですね。水流様、首元にハスの花みたいに見えるやつが違うかもしれないフロルの紋章か。特に変わったものはないですね。この袖の中とかいけるのかな。爪があったね。でも普通にあれか、話しかけたりすると爪とか見れるもんね。戻りましょう。地下を行くのを忘れてた。こっちだったっけ。ちょっと待って、地図を。後ろか、こっちですね。合ってましたね。うわー、これ難しいな。あー、いけたと思ったけど。あれ、これもしかして普通に上がれる？上がれそうだね。なんだ、行きましょう。忘れても大丈夫、すいません。ありがとうございます。妖怪ウォッチのニョロロン族みたい、そんなのがいるんですね。女神の建物なのになぜ仏教をイメージさせるような内装になってるんでしょうかと。
なんでしょうね。なんか他の文化が入ってきてるのはなんだろうな、誰かと共同で考えたものだったり、これが若干トアプリの精霊の泉の石の模様みたいだな。ちょっと似てるな。おやすみなさい。はい。言ってえなこの野郎。水流様。水流の首元の模様はウルボザの衣装にも似たデザインがありました。首元の模様。気になりますね。地下の行き方。クリアしてから地下行けたかな、わかんないけど行ってみよう。どっかね、水が噴射してて、あれかな、噴出してる、あそこから行くみたい。あれかな、口の中か。ここっぽいですよね。あ、やばい。あんまりやると空気が。上手か。こっちかも。あ、なんか近そう。あ、これだ。なんか奥まで行けなかったような気がしないでもないけど、一応行きますね。地下行くつもりだったけど、なんか行き直せないような記憶があります。この先がなんか進めないんじゃなかったっけ。入ってみる、とりあえず。めっちゃ今更ですが、スカウトブレは他作に比べてアジアやオリエントのモチーフが多いですよね。トアプリではそういうのなかったですよね、多分。紙トラもなかったか。あ、そこはダメ。こっちでいいのか。違うね。違うっぽい。すんなりいけなかったらすみませんね。久しぶりの戦闘だ。はいはいはい。仏に見えるのも女神入りやなんですかね。その解釈の違い的な、なんかそれ面白いですね。なるほどね。なんてこった。ここら辺の人たちにはそういう風に見えてるっていう。あれかな、例えばなんか伝わり方の問題で、あれここじゃねえな、これじゃねえな、連想ゲームと一緒で、連想ゲーム違う、伝語ゲームと一緒で、
ちょっとずつ伝え方が違くて、だんだん違うものになっていくみたいな。あれなんか違うね。地下の行き方が分かんねえな。地下の行き方分かる方教えてください。ここに行く道ってもうないのかな。行けないのかもしれないね。地下真ん中の仏像から行きます。あ、本当ですか。そうか、なんか中でスイッチをいじるのかな。どっかでなんかスイッチいじるのかな。雲の糸で降りられませんかな。ちょっとやってみますね。じゃあとりあえず真ん中入ろうか。ごめんなさいね、あんまり覚えがなくて。あ、この野郎。前面から入るってことですよね。ついたかな。多分ツタを逆走もできます。雲の糸みたいなやつのことですかね。こっから地下行けるのかな。イーガダンのアジトの大穴みたい。女神信仰は西洋っぽく、トライフォース信仰はオリエンタルっぽかったりするんですかね。3人の女神の描写をはっきりした作品あったかな。顔とかがはっきり写ってる作品ってあったんですかね。そこがなんだろう、うまく伝わってなくて変な顔で伝わったのかなみたいな。あれどうやって行くんだろう。地下、ここの地下ですよね。仏様の体レバーで沈める。仏様の体をレバーで。レバーっていうのは外側ですかね。この壁側にあるレバーですかね。ありがとうございます。ちょっと見てみますね。レバーがどこなのか思い出せればいいんですけどね。なんかそこら辺にレバーあるよね。広いな広いななんだそれ、急に。この先かな。わかる方は教えてください。とりあえずこっちかな。レバーでしょ。ここはいけるのかな。いけないね。あの上かな。なんかあそこにレバーあるね。あれが怪しいな。登った先ですかね。あ、すいません、降りちゃいました。
ここがなんか怪しいかなって思ったんですけど、違うのかな。ここだといいな。これかな。違うな。これじゃない。これか。もうレバーというレバーを片っ端からやっちゃいましょうか。動いてなさそう。これじゃねえな。あの上ですかね、もしかして。いやでもなんか降りてきた覚えがあるんだよな、あそこから。今のこれが怪しいと思ったんだけど、違うのかな。でもこれを触れたってことは何か、そこを飛び降りたらいけます。多分飛び降りたらその先から雲のその先、飛び降りたらこれですかね。これなのかな。これさっき来たところ、あ、さっき来たところだ。こっちだったのかな。じゃあ違います。違いますね。違います。はい、戻ります。ありがとうございます。その先、その先、そこさっき行きましたね。行きましたよね。ここじゃないんだな。じゃあどこだろう。さっきのこっから登った先ってのはこの先なのかな。本当にそうなのかな。あ、でも今中で降りてるってことなんですかね。いやでも降りてないね。顔が出てきてないもんね。この先、雲の糸逆走、そっちから来るんだと思います。さっき飛び降りる寸前まで会ってました。ありがとうございます。じゃあこっちか。こっちってことですか。あ、これ、あ、これなんだ。ありがとうございます。なるほど。里今さんこんばんは。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。そういうことか。ここに糸があったんだ。これまたカタコンベみたいなシャレコベ祭りですね。やっと来れましたね。お騒がせしました。鎖ありますね。この地獄みたいなところ。来てるね。やっとこうか。よかったですね。ありがとうございます。お、これは口なのかな。これちょっと真正面から見ようか。あれ、これちょっとあれに似てますね。セカンド PV のいやちょっと考えすぎだな。松ぼっくりにちょっと似てるかなと思ったけど考えすぎだな。
あ、近づいたら全然違うじゃん。三角錐みたいな。あ、違うね。ピラミッド型か。ピラミッド型はなんて言うんだろう。三角錐じゃなくてテトラみたいな。松ぼっくり、一瞬思ったんですけど、ちょっと違いましたかね。これが降りてきたところか、さっき。この周りのものは何だろうね。なんでもないか。この魔物の骨みたいなやつが底なし沼の骨とちょっと似てますよね。関連わかりませんけど、もうちょっと奥まで行ってみますか。四角錐って言うんですね。ああ、四角錐って言うんだあれ。これだ。ワームの口みたい。ワームの口。これは、あ、いいのか。このままでいいのか。下はこれハスの花なのかな。あんま見えないけど、そんな風に。これだったかな、なんか文字が書いてあるやつ。さっきの仏様の首にもあったような文字が書いてあるんですよね。あ、これじゃねえな。あれどれだっけ。どっかにあったんだよな。あ、これか。これですね。ちょっと早すぎて見えないけど同じ模様ですよね。ちょっと先進みましょうか。うお、鬼畜。違うかな。これ違うよね。違うっぽい。これなんか違う気がする。違うね。あ、ビタロックしたいですね。あれか。届くのあれ違うね。あ、まずあっちに行くのか。とするとこれか。おお、なんかリモコンがおかしな挙動に。ここだね。こうで、あ、この床もそうだですね。さっきの仏の首と一緒の模様だ。あ、これは飛べるのかあれ。いや違うな。話戻りますが、ミコのネール、ディン、フロルは不思議な木の実みたいです。
参考までに。あ、顔ありましたね。そういえば不思議な帽子も出てきたな。あ、つけた。よかったよかった。この先はあれか、そんな何もなかったですね。そっか。あれは別の道だと。ああ、そういうことね。あれ、これは無限ループにはまったりしてないですよね。これを逆向きにすればいいのか。そういうことだ。逆向きにして戻るってことですね。レバーもう一回ありがとうございます。はい。現実のマニ車、なんかそれ前も教えていただいたやつですよね。マニ車、マニ車、マニ車には梵字が書かれてたと思いますが、これは文字というより模様ですね。模様っぽいですね。なんか連なってましたもんね。ラインみたいに書かれてて、こんなところかな。最後中か。中飛ばしておきましょう。中行けなかったっけ。いけないな。よし、じゃあフィロル、フィロルじゃねえ。フィロルってなんだ。フィローネの森の方行きましょう。展望の神殿行きましょう。泉にちょっと行きたくて。質問ですが、ミルさんの動画で続編はシャドウ・オブ・ロスト説もあったりします。ありましたね。ありましたけど、あくまでリークなんでそうなんかなぐらいに思ってましたけど。セーブポイントあったな。あれは空に行けないやつか。あ、外に出る。できるんだ。フィロルすいません、フィロル。どんなタイトルになると予想しますか。そうですね、いろいろ願望ありますけど、どうですか、逆に皆さんどうですか。僕はですね、ちなみにスカイは最初の予想だとスカイが名前に入ると思ってたんですけど、そうじゃないんじゃないかなとも最近思ってて、なんだろうな、パスト、ちょっと前の動画でもちょっとお話ししたんですけど、パスト、過去を意味するパストが入ってたり、時を意味する時が、タイムがね入ってたり、あとはでそのサブタイトルを伏せてるという、サブタイトルっていうのかな、あれサブタイトルか分かんないですけど、タイトルを伏せてるっていう理由にネタバレになるかなっていうのを見たんですけど、
まあそういう観点で言えば、なんでしょうね。あの PV で見せてくれた、セカンド PV で見せてくれたような内容の中にはない言葉なのかなと思ってまして、そういう意味で言うと、なんか、なんだろうな、次のサード PV は、地下か海かぐらいが出てくると思うんですね。思ってるので、なんとか C とか出てきたり、あとはアンダーなんとかみたいな感じになるとかかな。なんか地下路線だったらアンダーがつくとか、あとダークがつくとか、うん、で風タク要素がまだ唯一出てきてないような感じがするので、なんかやっぱ海なのかな。あえて伏せてるような気がしてるんですよね。海の要素でも地下っていうのは誰が言い出したんでしたっけ？誰っていうか、その公式では地下とは言ってなかったんでしたっけ？最初から僕らが勝手に予想したっていうだけでしたっけね。スカイザワイルドスカイザワイルド、なるほど、ワイルドが入るかもしれないですね。引き継ぐかもしれないと。パストといえばリンクトゥザパスト、キミトラのありましたね。カミトラ2がビトイン、なんだっけ、ビトインワールド、リンクザビトインワールドみたいな、そんな名前ですよね。うん、リワインドフォースとか予想してます。リワインドフォースってどういう意味なんですか？フォースはフォースですよね。リワインドってなんだろう。カミトラなんかタイトルの中にトライフォースとか入ってたらかっこいいですよね。なんか過去作を思い出させるタイトルはかっこいいですね。ちょっと胸が熱くなります。でブレワイで散々ね、散々っていうかだいぶなんだろう、今までゼルダ知らなかった人もだいぶ入ってきたと思うんで、やっぱ過去作の要素がふんだんに盛り込まれてると思うんですね。だからなんかタイトルも過去作っぽさを出すのかなっていうのもあるな。これは何て読むんですかね。バーウィン・ザ・ワールドですか。ブレス・オブ・ザ・ワイルド・オリジンオリジン、太陽、これはハスの花なのかな。でもこの外からの光を入れれるっていうこの窓ありきのこの太陽っていうことなんですかね。太陽っぽいですよね。このマークラネール地方にあったあれと似てますね。さっき視聴者の方がハスの花って言ってたやつにちょっと似てますね。これもそうなのかな。似たもののように
思いますね。あと、この両側の、これ、雲に見えないですかね。ラネール地方の、ラネール連石場の天井には、雲と星と青空が一面にバーって模様になってましたね。なんか関係あるのかな。雲っぽいですもんね。ちょっと巻き戻る。リワインド巻き戻るですか。なんとなくスキルといい曲といい巻き戻る印象が強かった。ああ、そうですね。PV からはそんな感じですよね。あ、太陽だ。ってことは上のも太陽ですね。これは鳥だな。鳥が羽を広げてると。これが羽なんでしょうね。言われてみたら、神々のトライフォースの神々って女神ハイディア以外の誰ですかね。やっぱ三女神になるんでしょうか。トライフォースってことですかね。なるほど。ブレス・オブ・ザ・ワイルド2ハイラル・オリジンとか、なかなかかっこいいですね。そのまま使うっていう、なんかパート2みたいな感じでいいですね。これもしかして松ぼっくり？あ、さっきのあれかな。下にあった例の四角錐のあれなのかな。っていうか、ここ降りられるじゃん。降りればいいじゃん。あ、それっぽいですね。なんか似てますよね、さっきのと。あと、あれだ。これ、上の方もさらに四角錐になってますね、これ。ハイディア湖の、なんて言うんだ、あれ。オベリスクあれに似てませんか？ハイディア湖の、ハイディア、なんだっけあれ。橋あるじゃんね。ハイディア湖の。あそこの真ん中にあるオベリスクみたい。なってますね、やっぱり。さらに上が四角錐になってる。似てるね。よく見たことなかったけど、この根元にもう一ラインなんか模様がありますよね。ちょっと最後ブレバイちょっと起動して見に行ってもいいですか？ブレバイのハイリアコです。はい、こんばんは。ちょっとスイッチ起動しますね。ちょっと途切れるかもしれないです。すみません。ちょっと準備してます今。途切れるかも。大丈夫だったかな。あんまり途切れてないといいですけど。シアンさんこんばんは。いらっしゃいませ。キリマンジャロさんこんばんは。おかえりなさい。ありがとうございます。
ちょっとそれだけ見に行きますね。こっちの方がいいか。初見です。こんばんは。いらっしゃいませ。ハスの花は正しい信心の特徴として仏教によく使われているようです。そんな意味があったんですね。ハスの花。結構前にハスの花の花言葉をね、誰かが教えてくれたような覚えがあるんですけど、その内容はちょっと忘れちゃいましたね。重大ななんか秘密があるかも。ネクロファンタジアさん、こんばんは。若さん、こんばんは。今ちょっとハイリア湖のオベリスクを見に来ました。あれ、ここじゃないね。あれ、ハイリア湖じゃなかったっけ？あれがあるのどこだ？記憶違いだ。あれどこだ？あそこかな、名前忘れたけど。なんとか公園、サーディン公園かな。そこぐらいしかねえな。ヤンノさん、こんばんは。ちょっと記憶を頼りに。うーん。痛いですわね、この野郎。またですね。さっきもなんか、フィローネだったかな。ここに行けばなんか、わかるはず。こんなに飛ぶ必要なかったかな。ーっと、トライフォースって普通に三心一体っていうんですかね。あれかと思ってたんですが、どうなんだろう。シーカストーンは腕が代用品なのかな。今まで左手で起動してたのが右手でやってる。あー。あのちょっと前動画で話したんですけど、ブレワイ2のね、続編のシーカー能力は、なんか古代の勇者が使ってたシーカー能力なんじゃないかなって思ってて、で、それは、なんだろう、このシーカーストーンの能力の元になったようなもので、で、時間を巻き戻してるあの能力が、なんて言うんでしょうね、弱くなったものが、今、リンクが使ってるビタロックなんじゃないかなというふうに考えてて、ここじゃないな。あれ、このゲームになかったですかね？オベリスクがあるところ、何かと勘違いしてるのかな。うわ、やばい、記憶。あれ、どっかなかったっけ？これ、ゾナウの塔に似てますね。サーディン公園の。あ、上の模様一緒じゃん。蝶々みたいな。ちょっとじゃあ、あそこも行ってみますか。
式典所跡行ってみます。今そこに同じものがあったな。オベリスクはちょっと見つからないので何かと勘違いしている。オベリスクってなんかえー、っとなんだっけ、あの四角錐の一番上の数パーセントがまた別の急な角度の四角錐になってるっていう。いや急っていうと分からんな。鈍い角度の逆ですね。鈍い角度の四角錐になってるっていう。ちょっとこれ言葉ではなかなか言い表しにくいんですけど、そういうなんでしょうね、現実にあるリアル世界にあるあれは何だったのか、なんか何のものだったか忘れましたけど、ちょっと検索すれば出てくると思います。よく思い出せないですけど、今は式典場跡に変わりました。今目的がちょっとここ行ったら終わろうかなと思います。ちょっとね最後そのオベリスクとやらを見てみたかったんですけど、いや僕の記憶違いがひどくて、ここにゾナの塔あるんですよね。そっくりなやつが。式典場、これが元なのかな。全く一緒ですもんね。この上の模様まで。模様っていうかマークだな。これは低いバージョンだけど途中の模様が違いますし、これが元だったのかな。で薬剤の目視録でここで何か明かされるかなって思ってたんですけど、結局何もなかったからな。今の逃げ方が違う。あ、そうですか。ありがとうございます。というところですかね。スカイボードソード中心で回ってきましたけど、いや、ごめんなさい。最後、ちょっとよくわからんことになったんですけど、まあ、式典所跡のこれは、ゾナウの塔の元のものって考えていいのかもしれないね。そっくりだもんね。で、リクエストがあったところは一応全部回りました。ということで、いつも通りですね、2時間ぐらいで、ちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います。で、今来た方々すみません。はい。というわけで、はい。楽しめた方は高評価ボタンをよろしくお願いします。で、来週ですけど、ちょっとね、また今回みたいなスカイウォードソード回りたいと思います。発売直前なので、いろいろ見ていきたいなというふうに思ってます。いい方、はい。
行きましたね。諦めましたね。中世ファンタジーっぽいね。東洋の文化関わってくるのは、そうですね。ハイラル城近くから出てる柱はオベリスクっぽいですね。あれですね。似てますね。あれ、他のゲームだったのかな。何かと多分勘違いしてると思います。ちょっとまた調べておきますね。すいません。もし分かったら来週またお伝えしたいと思います。はい。ありがとうございました。ちょっとリンクが危険な状態ですけど、このまま終わります。失礼します。切ります。